はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ライフイヤーデュオ、有線ワイヤレス 2way ハイブリッドモデルです。へえ、ヘッドフォンなら 2way のモデルは結構あるし、驚かないけど、イヤホンだとあんまりないんじゃない？そうね、ちょっと調べてみたけど、4モデルぐらいしか見つけられなかったんで、少ないのは確かね。愛は、ライフイヤーデュオのこと、全然知らなかったわ。私も知らなかった。発売から少し時間は経っているようだな。興味あったらレビューしませんか？ということで送ってもらったんだよ。ライフイヤーさんは 3T プリント専門のイヤホンブランド。詳細は上の通りで、ライフイヤーさんのウェブの私たちについての部分を少し要約している。3T プリントの技術を使い、プロ用カスタム IEM などを手掛けていて、デュオの上位モデルでカスタム IEM のフローや有線モデルのアイスがあるよ。フローに汎用性をプラスし、価格を落としたのがデュオって感じかな。デュオの価格は 27,800 円。フローの半分ぐらいの価格。ミドルからミドルハイぐらいの価格感かな。パッケージ内容は上の通り。フェイスプレートが交換できるんだ。注文時に選んだカラー以外にワンペアバンドルされる。手元のはサンプルなんで、左右全部別で4種類になってる。ワイヤレスのタッチ操作に対応するフェイスプレートなんで、裏側はこんな感じになってるので、脱着はちょっと力いるけど、慣れれば簡単だったわ。フェイスプレートは別売されてて、すごい種類あるの。見てるだけでも楽しいなぁ。ケーブルは別売。オプションで4芯銀メッキケーブルを販売してる。持ってる人は好みのケーブルを使ってね。MMCX だよ。ケースは付属してるけど、充電ケースじゃなく、このケーブルで充電するんだ。ワイヤレスモデルが充実している今、これは使いにくいよな。MMCX ですからなおさらですね。想像するだけで脱着が面倒です。でも、浅く差しても充電できた。いちいちイジェクトツールを使わなくてもいいのが救い。ドライバーは 7.5mm のダイナミックドライバーと BA の 1DD プラス 1BA 構成。改造感は高い。サイズ、重さは上の通りで、片側 5.9g と軽めです。ステム先端がちょっと細めで、普段このチャンネルで測定してるイヤーチップだとほとんど緩かったんで、測定はこの3種類のみ。ちょっと工夫すれば他のイヤーチップが使えるのは分かっているけど、あくまでデフォルトで測定したかったんでね。ベルベットは使えたから、今回も基準なんだね。有線とワイヤレスで中高域以上に少し変化があるって感じかな。ワイヤレスのスペックはこんな感じです。送信側の機器に依存しますが、aptX アダプティブ HQ にも対応していました。ノイキャンがないのがちょっと残念ですが、外音取り込み機能はあり、効果もしっかりしていました。あとは、ゲーミングモードでのレイテンシーは低かったよ。詳細はライフイヤーさんのウェブで確認してね。有線、ワイヤレスの 2way だと、どっちつかずで中途半端になったりしていませんか？音質に関してそれはなかったね。ワイヤレス接続時、チューニングが有線っぽいのが気に入ったね。有線より低域がドンと出るんで、個人的にはワイヤレスで使いたい。有線とワイヤレスの波形比較はこんな感じ。写真は別モデルじゃなくて、デュオのフェイスプレートを変えたものだからね。了解。200Hz 以上はほぼ同じ。有線は 1km 手前から広範囲で少しレベル上がってて、低域は結構抑えてるんだわ。ワイヤレスは低域をしっかり出していて、全体のバランスが良さそうです。ワイヤレスっぽくないチューニング、聞いてみたいな。今回のサウンドチェックは、デュオの有線とワイヤレスの違い、それと KZ キャロルプロも一緒に聞いてみるよ。制作時間の都合で、デュオワイヤレスだけ実際に収録。他2つは収録音をもとに EQ で差分をシミュレートしたものになる。はい、では早速聞いてみましょう。音量上がります。
ンドチェックでした。デュオワイヤレスが高低のバランス一番いい感じだったかなと思います。音調整の基準ということもありますが、ワイヤレスっぽくないチューニング、さすがといった感じでした。確かに良かったよね。ところで、なんでキャロルプロを追加したの？単純に他モデルもあった方がいいかなということと、この辺りの違いを聞いてほしかったから。キャロルプロぐらいの新しいモデルだとだいぶワイヤレスっぽくないチューニングにはなってきているけど、この辺りを落としている傾向なんだよね。以前のモデルはもっと顕著なものが多かった。でも実際聞いてみるとそんなに違いというかデメリットは感じなかったけど。そう、このぐらいだとあまり気にならないけど、比較するとちょっと詰まった感じはしたかな。低域強調気味のチューニングの副作用と言ってもいいかもしれない。そんなわけでデュオワイヤレスのチューニングがワイヤレスっぽくないのが把握できたんじゃないかな。はい、すごく良かったです。1DD プラス 1BA の最小限のハイブリッド構成ではあるけど、4キロ過ぎから8キロあたりまでのレベルが突出する箇所はなく、大きく抑えてるところもないのがいいみたいだし、山谷が細かく調整されていて改造感が高く感じた。それなのに広域がきつくないのよね。シンバル系が痛いってこともないし、いい感じだよな。ちょっと戻って2から4キロぐらいのところは2キロあたりはまあいいとして、 3.5 キロあたりの谷での調整が入ってるのがもう少し出てくれてもいいかなとは思った。ボーカルがややおとなしめに感じることが多い。でも空間に余裕ある感じだよね。出そうと思えば出せるけど、そこはユーザーさんで調整してみたいな。そうだね、微調整してより自分の好みに近づけるとほんといい感じになる。低域にも特徴ってありますか？200から 500Hz あたりをあまり落としていないところかな。落とした方がすっきりした感じにはなるんだけど、デュオワイヤレスはもわもわせず厚みがあってよかった。とはいえここも微調整の対象にはなる帯域。有線のチューニングは低域をかなり落として広域の改造感をさらに高めようとしているの？そうなんだろうね。ここまで落とさなくてもいいかな。有線で聞くなら EQ でワイヤレスに近い低域の出方に調整するだろう。個人的にデュオはワイヤレス中心で聞きたいね。外で使うには充電ケースがないので一工夫必要になりそうですが、不便な点があるのは確かだけど、便利で音がいまいちなモデルよりはいいかな。連続稼働12時間ってことだから、実質8割としても9時間ぐらいはバッテリーが持つ計算なんで、さほど問題なさそう。外出時には複数の TWS を持ち歩くし、ノイキャンがあれば最高だったけど、音質に特化するため、あるいは3万以内に価格を抑えるために取り入れなかったんだろうね。ジャックさんは気に入りましたか？そうだな。有線、ワイヤレス、2way として未完成に感じる部分はあったね。一ユーザーとしての理想は上の通り。両1台で本当に有線、ワイヤレスを両立して使うのであれば、充電ケースがないのはちょっとね。愛もそう思います。音質に満足しているだけに理想が上がっちゃいますね。実現させたら3万以下じゃ買えなくなるでしょうけど。そうだね。はい、ということで有線、ワイヤレス 2way ハイブリッドモデル、ライフイヤーデュオのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。